皆さん、こんにちは。このチャンネルでは、環境、健康、テクノロジーの3つのテーマのうち、毎回1つのテーマを取り上げて、解説、情報をお届けします。この動画のシリーズ、地球温暖化を紐解くキーワード解説は、地球温暖化を理解する上で重要なキーワードについて、詳しく解説していきます。今回は第3回目。テーマは大気についてです。はじめに、大気についてお伝えする動画は、一つの動画だけでは動画時間が非常に長くなってしまうので、誠に勝手ながら複数のパートに分けてお届けします。今回は大気の解説の最初のパートです。大気の基本情報と過去から現在までの大気の状態についてお話ししていきます。どうぞよろしくお願いします。地球を包み込むように覆う空気の層、大気。動物や植物が呼吸を行えるのは今の大気があるからこそです。また、大気には太陽が発する強力な電磁波を緩和してくれる役割もあります。そんな、なくてはならない存在の大気ですが、私たちが知らずに生活していることが多くあります。今回は、その大気の基本から、過去の状態と今の状態について、詳しくお伝えします。まずはじめに、大気とは物質なのでしょうか？答えは、大気はいくつかの物質が混ざり合った状態のものなので、物質の混合物というのが正解です。そのため物質であるとも言えなくはないですが、厳密には物質とは異なります。大気に含まれる物質の中に、前回の動画でお話しした水の気体である水蒸気が含まれています。大気の構成は、水蒸気の他に、窒素、酸素、アルゴン、二酸化炭素、ネオン、メタンガス、一酸化炭素、などのたくさんの物質で構成されています。大気は、上空の大気圏付近と地表付近では、構成物質の重さの影響で、組成の割合が異なります。私たちの身近にある、地表付近の大気の組成は、窒素が 78.08%、酸素が 20.95%、アルゴンが 0.93%、二酸化炭素が 0.03%、その他の物質の合計が 0.01%。右のグラフ1、大気の組成の割合を見てもわかる通り、約8割が窒素、2割は酸素が占めています。ただし、様々な研究により、この大気の割合は、地球誕生時から大きく変わっている、ということが判明しています。では、昔の大気の状態がどのようなものだったのかを見てみましょう。約46億年前の生まれたての地球では、二酸化炭素が約 96% ほどと、圧倒的に多くの割合を占めていました。しかも、驚くべきことに、窒素の量は現在とほとんど変わりませんでしたが、
二酸化炭素の量が非常に多かったため、窒素の割合が低かったということが分かっています。その他の成分には一酸化炭素が多く、ちょうど現在の火星や金星の大気と似たような構成でした。また、その頃の地球には、なんと、酸素はほぼ存在していませんでした。大量の炭酸ガスが充満した状態で、酸素よりも質量のある二酸化炭素が、しかも膨大に存在していたため、地表の気圧は、現在の100倍、100気圧ほどあったと言われています。この頃の地球には、まだ生物は誕生しておらず、今の地球の姿は、想像ができないような様子でした。当時の地球は、この背景画像のように、至るところで活発な火山の噴火が発生し、非常に高温の惑星でした。海はまだなく、マグマオーシャンといって、火山のマグマのように、高温の金属や岩石が、ぐつぐつと流動しているものが、地表を覆っている状態でした。そんな状態がしばらく続き、当時は太陽の活動が弱かったことで、徐々にマグマや大地が冷えていき、炭酸ガスが充満した酸性の海が出来上がりました。転機が訪れたのは、今から35億年ほど前のことでした。炭酸ガスの充満する酸性の海で、シアノバクテリアというもの一種である、光合成を行える生物が新たに誕生し、瞬く間に、世界中の海に繁殖域を広げていきました。このことが、地球の大気に少しずつ、酸素が供給され始めるきっかけとなりました。シアノバクテリアの活動により、大気中の二酸化炭素が、徐々に酸素と炭素有機物に変換されていくことで、大気中に浮遊している物質の総質量が減少し、大気圧が徐々に減圧されていきました。二酸化炭素が減少したことで、二酸化炭素の持つ温室効果も徐々に減っていき、気温が下がり始めます。さらに、光合成によって増えた酸素は、上空で紫外線などの影響を受けて、酸素同士の合成が進み、オゾンとなり、徐々にオゾンが増えていき、上空域に層を形成し始めました。これがオゾン層です。オゾン層には、太陽からの強烈な電磁波、紫外線などを緩和する役割があります。それまでの地球は、太陽からの強力な電磁波、紫外線などが、直接地上に降り注いでおり、強烈な電磁波が届きにくい、海の比較的深いところでしか、動物や植物が生存できませんでした。オゾン層が形成されるにつれて、強力な電磁波が徐々に緩和されていき、浅い海域や地上で動物や植物の生存が可能となったのです。二酸化炭素の減少と酸素の増加によって、気圧の減圧、オゾン層の形成が進み、さらに、気圧低下と温室効果が減少したことで、今から5億年ほど前に、現在の状態に近い大気が形成されました。そのおかげで、ほとんどの大型の生物は、今から5億年ほど前から地球上に現れるようになりました。地球の46億年の歴史から見ると、生物の歴史が始まったことは最近の出来事なのです。その後も、
人類の登場までは、地上の平均気温が徐々に下がっていきました。人類の歴史が始まったのは、ほんの数百万年前です。そして、人類は1750年代以降、石炭の発見と産業革命により、石炭や石油などの化石燃料を大量に消費し始めます。これまで減少の一途をたどっていた空気中の二酸化炭素の量をあっという間に増加に転じさせ、ほんの数百年間で地球の平均温度を上昇させる要因を作ってしまいました。長い目で見ると、地球の二酸化炭素は激減し、その結果として地表の温度も大きく下がってきていました。このままいけば再度の氷河期が来ると予想されていた時期もありました。しかし、現在、二酸化炭素の量は飛躍的に増加を続けています。産業革命以前には、単位体積あたりの大気中から採取できる二酸化炭素は 278ppm ほどでしたが、2021年には 420ppm を上回っています。この気象庁が毎年実施している洋上の大気の観測結果からは、2010年から2021年の10年程度の間に、平均の二酸化炭素量が約 30ppm 増加していることになります。これは、驚異的なスピードで、膨大なエネルギーと質量を大気中に放出し続けていることになり、大気の総質量に影響を与え、気圧が上昇する要因となります。加えて、二酸化炭素の温室効果を高めています。ちょうど、過去の地球で起きた気圧低下と温室効果の減少の真逆で、気圧の上昇と温室効果の増大を行っている。つまり、地球全体の気温が上昇するということです。2000年代に入り、科学の発展によって、人類はこの事実に気づくことができるようになりました。そして、国際的な枠組みを作り、対策を進めることにしました。2015年に国際的な取り組みとして、採択されたのがパリ協定です。温室効果がどのような影響で進行しているのかを研究し、共同でこの温暖化の脅威に対策を行うために、いくつかの取り決めがなされています。そのうちの一つに、2050年の平均温度上昇上限として、産業革命前の基準からプラス摂氏 1.5 度という目標を設定しています。これは、二酸化炭素の量の目標としては 450ppm 相当であるといいます。現状の増加状況からは、残念ながら、2050年には 450ppm を超えてしまう可能性があります。そのため、各国がパリ協定時点で掲げていた目標よりも、もっと厳しい選択と対策を取らない限り、目標を達成できないことになります。パリ協定については、人類の地球温暖化対策への一つの目標となりますので、現在の状況と合わせて覚えておいてください。第3回地球温暖化を紐解くキーワード3大気パート1。こちらが今回の動画のまとめです。
大気は、水蒸気、窒素、酸素、アルゴン、二酸化炭素などの複数の物質で構成された混合物です。大昔の地球は、酸素がほとんどなく、二酸化炭素が充満しており、マグマオーシャンや酸性で高温の海を経て、シアノバクテリアによる光合成によって、二酸化炭素が酸素に徐々に変換されて、現在の姿に近づいてきました。5億年ほど前に、現在の大気と同じような構成になったことで、大型の動物や植物が地上に現れました。大気中の二酸化炭素は、地球規模で減少傾向にありましたが、人類による石炭や石油、天然ガスなどの化石燃料の大量消費により、二酸化炭素の量が増加に転じた影響から、温暖化が進行しています。次回も引き続き大気のお話です。今回の動画では、生物にとって生きていくために、必要不可欠なものであることをお伝えしましたが、時に、人や動物、植物にとっても、脅威となり得る存在でもある、大気、寒気や暖気、災害そのものである台風やハリケーンなど、次回の動画では、大気がもたらす脅威や災害について、そのメカニズムを解説していきたいと思います。地球の環境が変化することで、将来、どのような影響を及ぼすのか、大気をより深く理解して、皆さんの環境問題への関心レベルが上がってくれると嬉しいです。また、この動画が面白かった方や、ためになったという方、興味を惹かれたという方は、ぜひチャンネル登録、グッドボタン、コメントなど、よろしくお願いします。